じゃんいますやん。さすがにガード上から相性不利で耐えられるか。あれそうなった理由は、本編でわかるよ。はい、8勝1敗でダイヤに戻ってきましたとこの手です。今後はこまめにポイント稼いだ方がいいなとその手だぜ。みんなのアイドル、スイナちゃん。というわけで今回はちょくちょく言われている、ホームズの火力がやばいという動画です。まあ、火力面は登場時から変わらないがな。実装してから2回ほど強化受けて、リーチがかなり長くなったおかげで当てやすくなりましたからね。当てやすくなって、火力の恩恵が分かりやすくなった感じだね。そういえば7月の強化後初めてのホームズ動画でしたね。まあ、ということでどう変わってたか軽く解説もしとくか。もし、ためになるや面白いと思ったら、チャンネル登録をなかったボタン、よろしくね。まあ、今更なので簡単に言うと 91、A1、B1 とスペシャルアタックのリーチが伸びましたね。確か1回目の強化が91の初段のリーチが伸びて、アーツの攻撃が途中進むようになって結果的にリーチが伸びた感じだったよな。そしてまた、修正でさらにリーチが伸びた感じだね。なのでアーツ初段で使っても割と当たるようになってるんですよね。一番最初の頃は初手厳しかったから普通に使えるようになったのは嬉しいな。これでアーツ多めでも大丈夫だね。ですがクイックが一番初段のリーチがあるため追いかけるときはクイックですがね。結局使い分けるわけか。あと、クイック使う理由がもう一つありまして。なんだろホームズのホールは範囲の味方にクリティカル威力 50% バフを配るのですが、その後クリティカル出すために星を出す手段のスキル、1式のスキルまで星40個出し、クールタイムが複合スキルなので50秒なんですよね。普通の直感スキルベースなら半分ぐらいでクールタイム終わるが、高頻度で打てるスキルじゃないってことだな。なのでホールを確実に1式使える状態とは限らないので、自前で出す必要があるんですよね。ここでオーブ。初歩的なことだ、友よ。エレメンタリー、マイディア。今回は都合よく1式が溜まるときに来ましたが、少しでもクリティカル出せるように、クイック制にや初手クイックボーナスで星を自前で出せるようにしておきたいですね。そして、星を出した状態で、スター付きのアーチ 50% と防具バフ。あ、追加でもう一つマイディア入りまーす。っていうか枚数有利とはいえジャンヌエルじゃないか。さすがに相性不利だから耐えられそうな気も。なにこれ。2人かかりとはいえ相性不利をガード上から破壊するとは。あと、1式の星分のクリティカルまだありますよ。さらにサポ星の開拓で10個星ゲット。初段攻撃通ったの美味しい。ガード上からも削っていく。竜王の星バフ 38% もありますが21個星が溜まりました。そして4500分の HP をガード上から。ガード上とか関係なしで破壊する。どんだけバフ入ったんだよ。ジャンヌ攻撃した時クリティカルバフが霊装とホール合わせて 115%。アーツバフが自前で3式レベル9なので霊装合わせて 61%。少なくともデバフがホールの防御ダウン 50% と1式のアーツダウン 18%。もう全部あいつ一人で抜いちゃおうかな。最後に無敵貫通 1.5 倍で火力増し増し。うまくはまればガード上から破壊できるわけか。というわけでホームズの火力の恐ろしさを見てもらったところで、3式以外に星を確保する手段として、クイックをある程度確保しておく必要性を説明しましたよね。そうなると少なくともクイック5枚は欲しいよな。かといって、アーツのアーツバフやホールを回すためにもアーツチェーン組めるぐらいは欲しいです。となるとクイックは5枚アーツは7枚ぐらいのバランスがいいかもな。これで3式発動以外の星出しはマシになりますが、そこにサポ式で星出し能力を補助できて NP も増やして長所をさらにブーストします。そんな都合のいいサポ好きがあるの。それが奥さんあるんですよ。なんかヒールの通販番組みたいだな。5本それが星の開拓者やクロエのサポさん好きですね。確かどちらもサポ好きで NP15% 増えたよな。そしてそのおまけとしてサポ星の開拓者は星10個と無敵貫通20秒。かなり優秀だね。そしてクロエのサポ好きはスター発生率 50% ある感じ。倍率はかなり高いが星10個にはかなわないな。確かに1回分はそうですが20秒星出し能力が上がるので、その間少しずつ上がるのでおまけとしては嬉しいですね。スター発生率のバフは、なかなか星出しにくいからね。さて、始めるとちなみに星の開拓者のスキル持ちがアーケードで実装されているのは、ドレイクとダヴィンチちゃんですね。ダヴィンチちゃんはアーツ3枚で3番手に最適だから自然と組み込めるな。ドレイクは扱いになれば必要ですがカード構成的に2番手って感じですね。どうしても3番手に置きたいサポスキがあるならドレイクもタップって感じだな。まあ、ある程度クイックが必要なのですが、そんな感じでサポスキ使ってると、
自前のスキルで火力上げて相手を一瞬で消し飛ばした後でも、もうこんなに NP 貯めれて星も道中出せるといういいことずくね。ホームズは自前だと瞬間火力と宝具で火力出す感じだったが、サポスキを使うことで火力と宝具を出せる頻度が上がる感じだな。いいことずくめだね。ただ、これはホームズの長所を生かすことに全振りしてる編成なので、安定性というよりは爆発力を上げやすくする感じですね。クロエに関しては連動が必要だし、今の環境槍が多いからな。あと回数回避や日だまり積んだ方が安定しますし、これが完成形というよりはここからカスタマイズして戦えるようにしていく感じですね。編成全体の強さと、ホームズの強みのバランスを取る感じだね。1機のサバの強さを最大限活かすのと、強い編成組むのは必ずしも両立するわけではないですからね。そしてホームズは基本ジャンヌに見られるときついと。確かにハマるとホームズはジャンヌをも倒せる火力を持っていますが、あくまでワンチャンあるだけで1発食らうだけで半分以上削られ自利品なんですよね。ワンチャンやるだけでもいいかもね。まあ、あとはホームズ使うとしたら編成どうするか考えていきましょう。2番手クロエ3番手がビーチだとこんなカード構成です。アプリ版と違ってアーケードでは、出撃してるサバのみ攻撃するのでコマンドカード比率を調整できて大切だったよな。好きなコマンドカードに例えらせれるんだよね。そしてここから同じコマンドカード枚数のサバと入れ替えていきます。まずは回数回避が欲しい場合ダヴィンチさんとキャス2機を入れ替えます。3番手キャス2機は昔からの安定だったよな。そして強化解除が欲しければ3番手マルタさんにします。他にもいるかもだけど、王道はこんな感じだね。そしてクロエを入れ替えの場合、四天童子や弓王、殺式もワンチャンありそう。とカード構成そのままで無理なく編成できるのはこんな感じか。ですがこれでは編成の幅が狭いです。2番手に環境サバを組み込んだりもしたいからな。じゃあ、どうすれば？ここでホームズ個人の強さよりも編成全体の強さを取る考え方が出てきます。アーツかクイックどっちか削って強いサバ入れる感じか。まずは2番手クイックを1枚にすることで、回数回避で水着武蔵さんやアーツとミステリアという選択肢が生まれます。ヒロイン WX とかもいいかもな。アーツを減らす場合エレキガルや玉のサマーなどアーツでいけるサバが選択肢に。アーツかクイックどっちか妥協することで選択肢が増えるね。じゃあ、3番手の妥協でクイックを1枚増やして、サポストキリレイゾーさんやクロエ、殺式とかにもできますね。みんな大好き下げ集中とかもな。さらにその場合は3番手 99AAB サバでもいける2番手。かなり幅広くなるが、アストルフォやナギコさん、メイドウルタと強いサバが組み込めたりするな。ホームズの強みを残しつつ編成いじれるのはここまでかな。ちなみにホームズの適正カード比率は C4 から6枚、A6 から8枚、B3 から4枚だぜ。とちょっとまどろっこしいかもですが、一つの編成から入れ替えたり妥協したりして、自分でも使える編成を模索する一つの考えもありなのではと思います。編成を考えるヒントになれば幸いだぜ。一つの編成を軸に派生させる方法がわかりやすければいいですが、どう思うかコメント欄に書いてくれると嬉しいね。あと編成のテンプレやおすすめ霊装の動画を作れればいいですが、やる気と時間の問題でいつ作れるか不明という。さて、おまけでホームズのリーチを横から見ましょう。スローモーションでクイック1を見てみましょう。9マスリーチで。3段目が11マスとかなり長くなってるぜ。これは文句なしのリーチの長さですね。お次にアーツ1。スローモーションで見てみると、8.5 マスぐらいのリーチで、2段目10マス。3段目は変わらずだな。意外とアーツとクイックあんまり変わらないですね。最後にバスター1。少し溜めて、7マス進んで、最終的なリーチが11マスぐらいだな。割と伸びるんですね。はい、これはダイヤに落ちて戻る前の動画ですが、まだ、絶望を知らない時のやつだな。ランク戻る時のやつ需要があれば動画にしますが、もうすぐステージ変更なんですよね。ゆっくり動画作るのに時間かかるからね。ということでここからは実況していきましょう。さて始めるとしよでは、いきなりさて星の開拓者が来たので NP チャージって、サポスキさんじゃない。だと、これ割と前の6ダメからね。絆4になると第3サポートスキル解放なんで時間かかるんだよな。5本ということで気を取り直して、押し出ししてから設定します。ここは相手が回数回避持ってるので回避はせず。1回分は消費できましたね。ここで心眼使って反撃出ようとするが、おじ上は仮走行ですから解けましたね。枚数不利だけど、心眼効いてる間は無茶できますので、ここで倒せたらラッキーでしたが時間切れです。とりあえず、相手は宝具溜まってないからガードで耐えれそうだな。ここで味方が来たのでカットしようとするも、若干遅かったな。カットできなかった分の火力が痛かったね。そしてなんか巻き込めてラッキー。
枚数不利と思いきやお味方が倒してくれたので戻ります。HP ミリで切開してしまうとやられること4で回避狩りで撃破。そしてエクタさんに追いつけなさそうですが、ホームズの宝具範囲めちゃくちゃ広いから当てれるな。ディさて、オクタさんのホールに気をつけたいところ。お味方は落ちたが HP ミリだったのでいい落ち時だな。そしてここは詰めておかないと黒への NP 貯められますので、あとホームズの宝具の効果切れるしな。ここはリス位置調整できないね。リス位置調整が難しいので詰める松の判断が難しいからな。では自分は黒へにホール封印したいので見ますか。グビジンはジャンヌが見に行ったな。と思ったらタゲ集中。これはガードできねえ。あわあわわ。ここのタゲ集中でワンテンポ遅れが出ました。おっと、相手のグビジンとオクタが入れ替わる。ここはまずいので黒絵をカットして、魔力ない。おまけに固められた。やらかった魔力6本になったから油断してましたが魔力0はきついっすね。攻撃勝ち合って魔力回復できなかったのもありますね。みんなは魔力回復きっちりしようね。とりあえず、ジャンルは落ちるだろうので NP 貯めますか。助けに行ったらやられるので NP 貯めるしかないのか。聖杯キルは避けれてね。狙うは聖杯持ち黒いか相性有利の大きさですが、相手も宝具持ってるから要注意だな。おっと、ここで接敵しそう。ここで壁越しの守備がえぐい。またもやタゲ集中。おや、ここで黒いにホール差し込んで。準備できました。ここでニュースのお時間です。自称ゆっくり実況者、警視が宝具を撃とうとしたところ、先に撃たれる事件が起きました。本人は、先に向こうが光ってきたが大丈夫だろうと供述しており、なんじゃこらー。なんで犯人みたいな演出してるんだよー。いやー、割とやらかしたなと思って。また単なる一日の思いつきか。大正やったー、正解したって。やかましいわー。どうした情緒不安定なのか。しかもなんでこんな視聴者が半分以上いなくなるような時間に手の込んだの作ってるんだよー。うつむし曰く最後まで見てくれた人にファンサービスのようだ。初回に更新や。というかなんか枚数有利でもしかしたら逆転できそうなのですが。解説しようぜ。いいぜ。やったということでグビジンはガッチ剥がれましたね。あとは攻撃したジャックにダヴィンチさんが。なんか勝てた。対戦、ありがとうございました。やった勝ったよ。さて、今回はここまで。本日もご視聴いただき、ありがとうございました。もしチャンネル登録してくれると、ドレイク、イゾウさん、アストライアを中心に動画を上げていくので、見つけやすくなるぜ。チャンネル登録者1000人目指してるから、チャンネル登録してね。高評価もお願いします。では、次回の動画でお会いしましょう。またね。